あれから自分は AE92 のレビンの知人を介して新しくできた峠の仲間たちと一緒に走ることが多くなった。日に日に峠で走ることが多くなった。当時バイト先のガソリンスタンドで働く先輩たちが乗る車は S13R32GTR70 スープラといったターボ車ばかりで、 NA 車で峠を走る人間は自分だけであった。そんな時、夜勤のバイトをしている先輩から「メル、86なんて遅くてつまんねえだろ。やっぱ今時ターボ車だぜ。週末港の04に連れてってやるから一緒に行こうぜ」と言われ、その週末自分も04会場に行くこととなった。するとそこはギャラリーが多く集まり、峠とは比較にならないくらいのお祭り状態であり、自分もこの熱狂に包まれた。とりあえず自分は先輩たちが走るのを応援していたが、やはり GTR の四駆が速かった。当時の若者たちは各々の走りのステージで時間とお金とプライドと野望をかけていた。当時はそんな時代でもあった。ふと何やら独特のアイドリング音がする1台の S30Z が現れた。そのまま GTR の横に並んだ。まさか自分のトレノよりもさらに昔の車で GTR と張り合うつもりなのか。あれは L 型のエンジンだよ。もう20年も前の車だけど、改造次第ではとてつもなく速い車にもなるんだと先輩は言っていた。スタートでの走り出しは GTR が勝っていたものの、100メートル過ぎたあたりで Z が R をぶっちぎっていった。まさか20年も前の車が現行の R より速いなんて、自分は信じられなかった。興奮冷めやらぬ気持ちでいっぱいではあったが、でもやっぱり自分が求めるステージではないことを実感し、峠への思いを抱きながらこの日は帰宅した。先日パーツを譲ってくれた大久保さんがスタンドに現れた。メル君、久しぶり。あれから実際に峠で走ってみてどうだったかい？以前より結構踏めるようになったでしょ？はい、以前よりもコーナー時での路面との接地感を感じることができて、安心してペダルを踏めるようになりました。それは良かったよ。今日の夜は雨が降るみたいだから今晩不当に付き合いなよ。するとそこには多くの走り屋たちがドリフトの練習をしていた。メル君、ドリフトは峠でのコーナー立ち上がり時のテールスライドとは別物ではあるけど、ドリフトの練習をしておくことでテールスライド時の応用につながるんだ。すごい、かっこいい。自分もこんな走りができるようになりたいと思った。大久保さんが言うには、ドリフト初心者の人たちは片隅の広いスペースで練習するらしく、自分は広いスペースに車を移動してドリフトの練習をすることとなった。大久保さんが言うには、ドリフトの基本練習として、まず赤のパイロンまで2速ギアでスピードを乗せ、ブレーキで荷重をかけたタイミングで同時にステアリングを15分ほど切る。
それと同時にクラッチを切った状態でサイドブレーキを引き、ステアリングを離した瞬間にアクセルを入れるとのことだった。早速自分はトライしてみたのであった。トレノのケツが出た。初めてケツが出た瞬間は自分でも驚いたのではあったが、思ったのもつかの間、大久保さんは自分に対して休む暇もなく、次から次へとスパルタの状態に入っていった。何度も練習を重ねてるうち、ケツが流れる感覚を覚えた自分は、次のステップで今度はケツが出た瞬間にアクセルを入れてカウンターを当てる練習に入っていった。だがここで一つの問題が発覚することになる。なんとこのトレノ LSD が入っていないことが発覚し、要はドリフトに持ち込む装備がついていなかったと判明したのである。店長、昨日は自分のトレノに LSD がついていなかったことが分かってドリフトできなかったです。大久保さんから聞いてるよ。ここから車で5分程度のところにテキサス板金という板金屋さんがあるから、そこの親父さんを訪ねてみるといいよ。きっと安くつけてくれると思うよ。そして自分はバイト帰りにテキサス板金へトレノと一緒に向かい、そこの店主に相談をしに行った。ああ、さっき店長から電話で話は聞いてるよ。機械式の LSD なら中古で探してあげるから安くつけてあげるよ。この日、自分はそのままトレノを置いて帰宅した。テキサス板金の親父さんから電話があり、自分はトレノを取りに行くこととなった。トレノには機械式の LSD が入っている。そして自分はトレノの LSD を試すため雨の日に埠頭に向かった。雨の中、埠頭で練習を重ね、その日自分は大久保さんから教えてもらった二足サイドブレーキでのドリフトができるようになっていった。こうして自分とトレノはまた一つ階段を上った。水面に浮かぶのは